それでは本日の労務相談 Q&A のフィードバックを始めます。本日のテーマは特別加入ですね。質問文は、従業員を海外に派遣することになりました。この場合、労災はどうなりますかということで、下に回答があるわけですけども、おさらいとして、労災は国内にある事業所に適用されて、そこで就労する労働者が給付の対象であると。ですから、海外の事業で就労する人は、原則対象外である。ただその場合、外国の制度の適用範囲とか、給付内容が十分でない場合もあるので、特別に海外派遣者も給付を受けられるような制度がある。それが海外派遣者への特別加入の制度になります。加入のできる人の範囲とか、手続きの方がここに書かれています。今日お話ししたいのが、海外派遣って何っていうことなんです。資料にまとめてます。海外派遣って言ってもいろいろあると思うんです。出向行きましたとか、転籍しましたとか、ちょっと長期に行きますとか。この資料は厚労省の特別加入制度のしおりの方にあるものをまとめたものになります。で、海外出張っていうのは、単に労働の提供の場が海外であるだけで、基本的には国内の事業所に所属していて、その事業上の使用者の指揮命令に従って勤務する労働者になります。だからちょっと出張して商談したりとか、市場調査したりだとか、そういうことですね。で、一方、海外派遣なんですけれども、こちらは海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者、またはその事業場の使用者となります。ですから、海外関連会社へ出向する場合とか、あと海外支店に転勤する場合などがこちらに当たります。で、海外出張の場合は、これはもう国内にあるっていうことなので、特別加入とかしなくても、国内の労災保険が適用されます。ただし、海外派遣ということになると、これは特別加入の手続きをしていなければ、労災保険の給付を受けられないことになります。じゃあ、この海外出張、海外派遣ってどう判断されるのかっていうのは、実際に出張だ、派遣だっていう名前ではなくて、勤務の実態で判断されます、総合的に。今あったような指揮命令だとか、どこに所属しているかとか、業務の内容はどうかとか。出張って言っても、一概に2週間とかそんなものじゃなくて、本当に長期出張っていうのもあったりするので、期間でもないわけですよね。これですね、実際にこの特別加入してるしてないで裁判例があります。2つ紹介しますね。で、両方とも特別加入していなくって、労災給付がなかったっていう話なんですけども、上の方は運送会社の社員が、上海で勤務中に過労死したと。で、特別加入してなかったから、申請したんでしょうけど、労基署が、この人は海外派遣者ですねって認定して、給付を不支給処分としたと。で、そうすると、遺族が不支給の処分の取り消しを求めて、国を提訴した。で、第一審の東京地裁では、労基署の判断を支持したんですけれども、第二審の東京高裁では逆転勝訴ですね。本社への勤怠提出とか、本社命令での業務の実態とかっていうのから、この人は海外派遣じゃなくて長期出張者ですねっていうふうな認定をして、処分取り消したっていうことなので、結局この人は労災の支給が下りたっていうことになります。もう一つ目のこの下の化学メーカー社員がベルギーの子会社出向中に亡くなられたっていう件なんですけども、こちらも同じように労基署がこの人は海外派遣者だからっていうので給付しなかった。で、遺族の方がおかしいですよと言って不起訴処分の取り消しで国を提訴。こちらは、第一審も第二審、地裁も高裁もこれは海外派遣者ですねっていうことで労基の処分を妥当としたっていうことで、これは決着しているかどうかっていうのはそこまでちょっとまだ確認できなかったんですけど、こういう実際の、判例があります。今回その特別加入についての注意点なんですけれども、まず特別加入は訴求できません。申請した後じゃないと、認定された後じゃないとダメなので、遡りはできませんので、必ず派遣する前に手続きを完了させること。
でそれから未加入の場合は、遺族が行政相手に、国相手に行政訴訟を起こすってことになりますので、これが勝訴できるかどうかは、実際に賃金台帳だったり、出勤簿も含め、いろんな証拠が揃ってないと、結局保証ゼロっていうリスクもあります。で、3つ目、労災保険でカバーされるはずの保証を、会社が自腹で負担するリスクがあると。特別加入していれば全部労災給付で処理できたけれども、できてなかったということで、会社への損害賠償請求に発展し得るというリスクもあります。それから、4つ目ですけども、特別加入を怠っていること自体が、従業員の配慮を欠いているよねということで、安全配慮義務違反を問われるリスクもあります。5つ目ですけど、先ほど話しましたけど、出張か派遣かは期間だけでは決まらないということで、実態ですね、指揮命令とか賃金とか、労務管理の実態で総合判断されます。同時に、期間も関係ないですし、給与も関係ないです。日本からの給与がゼロでも、特別加入することができますので、こちらは覚えておいてください。で、最後ですけども、会社の方から海外に人を送るよっていうことを聞いたら、即アクションしてくださいと。で、よく社会保険がどうとか、税金がどうとかっていうのを先行しそうなところなんですけれども、労災っていうのも非常に大きなポイントになりますので、どういうふうに海外に人を送るのか。で、判断ができなければ、事前にしっかり労基の方に確認して、派遣する前にしっかりと準備をしておくということが必要になります。本日は以上となります。